皆さんこんにちは、とこママ情報局です。私はですね、今京都におります。春休みということで、娘を連れてね、春休み京都旅をね楽しもうということで、まず、先ほど、京都駅に着きまして、でやってきました。もうずっとお参りしたかった伏見稲荷大社、今日はですねこちらを参拝しようと思います。伏見稲荷大社については動画の中でねいろいろと詳しくご説明していきたいと思いますけれども、もうとにかく伏見稲荷は稲荷山に登るっていうね、もう本当に大変な任務といいますか、登拝ですね。もう結構な山に登っていかなきゃいけないので、ちょっと覚悟が必要だなと思っております。お天気がね若干心配なんですけれどもね、京都旅楽しみたいと思います。で今回、1日目の動画といたしましては、その伏見稲荷に参拝している様子でね、2回に分けて、2回目の動画では伏見稲荷の参道グルメという形でねお送りしていければと思っております。それでは伏見稲荷参拝の様子どうぞご覧ください。すごい、もう駅がもう神社みたい。すごい、もうなんかほら伏見稲荷、柱も赤くて鳥居みたい。はい、伏見稲荷到着しました。こちらですね、赤い大きな鳥居があります。それではね、今からこちらから参道を進んでいきます。うわー、大きい鳥居。すごい。失礼します。参道広々としていて、もう正面に二の鳥居と、あとあれは拝殿か楼門か、多分拝殿の手前に、楼門のようなものが見えますね。実は今日の天気予報はもう朝から雨のはずで、もうバッチリと雨具なんかも用意してきて、ちょっと参拝難しいかなと思ってたんですけれども、なんとですね、今もう本当暑いぐらい、眩しいぐらいの日差しで晴れてるんですよね。嬉しい。いやー、結構ねこの伏見稲荷、この御本殿、そしてねずっと奥へと稲荷の山をね登っていくっていう参拝になりそうなので、晴れてほしいなと思ってたので嬉しいです。いやそれにしてもねすごい人なんですよね。でね、外国人の方がねもう8割以上っていう感じです。なんか日本語を聞くとね逆にホッとするぐらいな、なんか日本じゃないみたいなね、そのぐらい外国人の方多いですね。さあ二の鳥居のところまで来ました。ほらみんなね外国人の方も写真撮影していますね。二の鳥居も大きい。ちゃんとね鳥居のところで会釈をしている外国人の方もいらっしゃいます。失礼します。こちらがね手水舎になります。手水舎ももうなんかちょっとした御社殿みたいな大きさですね。
お稲荷さんと親しまれる伏見稲荷大社は全国に約3万ある稲荷神社の総本宮。その歴史は平安遷都よりも古く711年の創建と伝わります。年間約1000万もの人が参拝に訪れ、近年では外国人観光客にも大変な人気です。稲荷の神様の使いとされるお狐様が見えますね。こちらのお狐様は向かって左が鍵、右側が宝珠を加えていました。一般的な狛犬と同じように阿吽になっています。伏見稲荷のお狐様は鍵、巻物、稲穂、宝珠のどれかを口に加えています。どれも五穀豊穣につながるものにちなんでいると言われています。大きな朱色の楼門、豊臣秀吉が寄進したもので国の重要文化財に指定されています。右大臣と左大臣の間を通り進んでいきます。うわー、すごい。おー、すごいね。なんか演奏があるみたい。下拝殿っていうんだって。神楽殿かと思ったら下拝殿、外の拝殿って書いて、あ、すごい。ちょっと本当、ちょっと前の方で嘘、すごい素敵。思いがけず素敵な演奏が聴けて心が一気に清められました。この下拝殿はさまざまな芸術が神様に奉納されるステージのような役割も担っているんですね。御社殿の前に進んできました。こちらは内拝殿。朱色に緑の屋根、金の装飾が綺麗ですね。伏見稲荷の御祭神は宇鹿の御霊の狼、佐多彦の狼、大宮野目の狼、田中の狼、志の狼。これら御柱の御祭神名は稲荷狼の広大なるご神徳の神明化されたものです。山城の国不土記には稲荷をこのように記していますが、稲なるという五穀豊穣の意味が元であり、現在の稲荷という表記に変わっていきました。今日では商売繁盛をはじめあらゆるご神徳があるとされています。はい、御本殿で参拝させていただきました。で、今からですね、いよいよ、稲荷の山の方に登っていきます。千本鳥居もね、そちらの方にずらっと並んでいる景色が見られると思うので楽しみです。それでは行ってまいります。おー、踏んだようにさ言われてます。少し上がると奥宮があります。この奥宮にも御本殿と同じ稲荷狼が祀られています。奥宮を過ぎると大きな鳥居がずらりと並んでいます。稲荷狼、大きい額がかかっています。すごい。うわ、千本鳥居でも大きさがもう全然違う。すごい大きい鳥居の千本鳥居なんだ。うわ、すごい。こんな大きいんだ。伏見稲荷といえばこの千本鳥居。
願いをかけ、その願いが叶った御礼の印として鳥居を奉納することが江戸時代に始まり広がり、今もまだ奉納される人が後を絶ちません。またこの赤い色には魔除けの力があると信じられているので、これほど赤い鳥居が並ぶと災いなどを寄せつけない強力なバリアに守られているような気がします。鳥居の大きさは場所によって違います。ここは頭がつきそうなぐらいの高さです。とにかくあちらこちらで写真撮影されています。狭いところではこのように渋滞が発生します。しばらく進んでいくと奥社奉拝所に着きました。ここには重軽石と言われる石があり、願い事を念じて持ち上げ、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、重ければ叶いがたいとする試し石です。これを試すために長い行列ができていました。私たちは雨が降り出す前に奥の院まで行きたかったので先へと進みました。ところどころこのようなマップがあり、現在位置を確かめながら進んでいきます。この指でなぞっているところがお山巡りとされるルート。果たしてお山巡りができるんでしょうか。さあここからは結構ね、登っていく感じになります、ね。一番上まで行けるでしょうか。まだねこの辺りはね人がね多いんですけれども、こう徐々にねもうここまでってこうやめる方もね結構いるので、一番上までね皆さん行くのかな。分岐に来ました。こっちが稲荷山ですね。はい、稲荷山の方に進みます。はい、もう延々と赤い鳥居が続いています。大きい鳥居があったり、背丈ぐらいのものがあったり、大きさがねいろいろなんですね。ここは結構大きめの鳥居ですね。この辺りから杉林の中に入っていきます。山の中に入ったっていう感じがしますね。一気にね空気が涼しくなりました。参道がねちょっとずつ細くなっていくので、なんかねちょっと渋滞みたいな感じで人の列がね途絶えないで、歩みもねゆっくりっていう感じです。すれ違いもここはあるのでね、まだまだなんか人の多さ感じますよね。この辺りにはたくさんの稲荷社が祀られています。すごいいろんな狼様のお社が祀られていますね。で、あっちに行く道もあるんですが、多分ねこう時計回りがいいみたいなので時計回りで進んでいきます。あっちから行く人もいますね。こっちの方にみんな進んでいくので、ここもすごい。こういった大小さまざまなお社祠はお塚と呼ばれ、稲荷狼様に別名をつけて信仰する人々が石にそのお名前を刻んでお山に奉納したもの。今ではその数も1万を超えており、人々の稲荷への信仰心がうかがえます。
あ、ここもなんかちょっと大きな御社殿があります。あ、ここは熊高社。あ、すごい。あ、これか、これが熊高社。熊高。あ、こちらですね。熊高社の背後には小玉ヶ池という池があり、行方不明になった人を探すとき、この池のほとりで手を叩き、小玉が帰ってきた方角に手がかりがあるという不思議な言い伝えがあります。熊高社は霊験あらたかな稲荷山の中でも特に強力なパワースポットとして知られていますが、なぜ熊高社というのか、どんな神様が祀られているのかはよくわかりませんでした。でもろうそくが灯されていてとても神秘的でした。はい、熊高社を後にしまして、さらにね上りが続きます。だんだんね、階段が急に傾斜が急になってきました。ぐんぐん登っていきます。登ります。ひたすら登ります。この辺りまで来るとね、だいぶ人が少なくなってきたと言いますか、ぎゅうぎゅうの大混雑という感じではなくなってきましたね。ここでまたちょっと分岐があります。はい、こっちの方が富山参道。こっちですね。こっち進んでいきます。よいしょ。ここは大松狼。なんとですね、大きいひょうたんがあります。こちらもお塚のうちの一つで、お酒の神様が祀られているのでひょうたんなんですね。本当にいろいろなお塚があります。まだまだ登ります。多分結構登るだろうなとは思っていましたけども、いやー、なかなかの登りですよ。やっぱりこれはね、気軽に行こうっていう感じではないですね。結構登るぞっていう覚悟を決めていかないと。でもね、途中で引き返す方も多いので、ここまででいいやっていう感じでね、そういった判断もねありかなと思うんですけれども、せっかくなんでね、やっぱり行きますよ、最後まで。今ですね、これから登ろうかどうしようか迷っている外国人の方が引き返してきた人にですね、ここからだいたいどのぐらいかかるって言って聞いてまして、で上まで登った方によると往復45分ぐらいかなって言ってました。往復45分、結構な感じですよね。パパッと行けばここから15分ぐらいで頂上には行けるみたいなんですけども、ちょっとすごいここ展望が開けました。いい眺めです。すごい。ちょっとね、春霞かかってますけど、いや、街が一望ですね。ちょっとここでリフレッシュできますね。さあでもそっか、ここからまだ往復45分か。
ここからもいい眺めです。どこまで来たのかな。ちょっと待って、すごいかも、まだ全然かも。そうか、今ここか。ここで。まだですね。ちょっと本当みんなで苦笑いしちゃいます。行くぞ。すごい。と言いながらちゃんとね、みんな行こうとしてるのがすごいですね。偉すぎる。全然。下の御本殿から半分もまだ来てない感じですね。結構登ってきたんですけど、ここすごい大きい茶屋が、すごい大きい。みんなソフトクリーム食べてる。冷やし飴とかソフトクリームとかで、ここでね、実は2つにまた分かれるんですが、やはりですね、こちら時計回りでこっちから登っていきますね。ここからね、こう下っていくこともできそうなんですが、なんか動画ではね、ずっと景色が変わらない、同じところずっと歩いてるんじゃないですかみたいな、なんかそんな動画になっちゃってるんじゃないですかね。赤い鳥居の中をずっと延々と歩いているので、ちょっとね飽きてしまう人もいるかもしれませんが、これがね伏見稲荷ですので、もうザ・伏見稲荷というね、もうひたすら鳥居の中を進んでいきます。すごい、ここはすごい大きなお社がありました。ここちょっと目力狼、眼力、目力、目のお稲荷様みたいですね。目の眼力と願う眼力、両方にかけてご利益があるとされています。そのお社の横にはかなりインパクトのあるポーズのお狐様もいらっしゃいました。参道沿いには池戸もお塚だらけ。これほど多くのお社と赤い鳥居が集まっていると、すごく神秘的で怖いほどのお稲荷様の力を感じます。この辺りも明らかにね、空気感が違います。なんかね、おちゃらけた娘も、この辺違うって結構真面目な顔で言ってました。でも確かにね、ちょっとね上の方で山深いっていうこともあって空気がひんやりしてるんですけれども、なんかそれだけじゃないような、そんななんかちょっと特別な空気感漂ってます。さあ頂上まであと少しです。頑張ります。さあそろそろ頂上です。鳥居を抜けてきました。もう頂上、多分ここで終点かな。ここにもたくさんのお狐様。すごいな。ここですね。到着しました。標高233メートルの一の峰、稲荷山の最高地点。ここには末広狼という神様が祀られています。そしてこの場所は稲荷狼が舞い降りた場所とされるとても重要な場所のようですが、末広狼については謎とされています。名前の通り末広がりに商売繁盛のご加護を賜る、また芸能の神様ともされており、雨のうずめの命と同一とされる大宮野目の狼が祀られていると考えられています。ここで改めて稲荷狼の起源についてお話しします。伏見稲荷大社は711年、秦の色子によって稲荷狼が稲荷山に祀られたことが創建とされています。秦氏とは6世紀頃から日本にやってきた渡来人、つまり日本で最も多く、そして日本人が長く親しみ信仰している稲荷神社の総本宮を作ったのは渡来人だったのです。このことは神社が好きな人、
また日本の神様に興味のある人ならとっくにご存知の話なのですが、多くの日本人はおそらくそのことを知らずに稲荷神社を参拝していると思います。長い歴史の中でもはや稲荷神社は日本の信仰そのものになっていますが、秦氏が祀った稲荷狼、すなわち羽化の御霊の狼についてもやはり未だに謎の神様であり、それでも日本人はこのよくわからない謎の神様に宿る強大なるパワーに魅了され信仰し手を合わせます。この独特な日本人の宗教観を私はいつも面白いなと思いながら神社巡りを楽しんでいます。はい、伏見稲荷、稲荷山の山頂に鎮座する末広狼、こちらにお参りすることができました。いやー、山頂まで結構な登りがね大変だったですけれども、やっぱりねちょっと神秘的な、お社のない、そんなね、神社、すごい不思議な感じでした。さあこれからですね、下山していきます。下山もねずーっとこの千本鳥居の参道を進んでいきます。お山巡りですので登りとは違う道を降りていきます。帰りの参道の途中にもいろいろな狼様が祀られていました。1万以上ものお塚、もちろんそれぞれお参りするのは到底無理ですので、帰りはどんどん降りていきました。ここもお塚のような、うわすごい。私たちがよく目にする赤い千本鳥居、正直ここに来るまでは伏見稲荷のイメージというのはただただこの光景だけでした。でもいざ来てみるとこの千本鳥居のスケールがこれほどだったとは。そして稲荷山に祀られている狼様の多さに圧倒されました。本殿を参拝し千本鳥居で少し写真を撮って帰られてしまう方も多いと思いますが、稲荷狼の真のパワーはやはりこの山に宿っていると感じました。こちらは奥の院の御朱印、奥社奉拝所で授かりました。千本鳥居がデザインされたとても素敵な御朱印です。お山巡り元のお休みどころまで戻ってきました。ここまで戻ってきました。だいたいここでほらみんな脱落するお茶屋さんいやー、じゃあここでこの冷やし飴で喉を潤したいと思います。冷やし飴って関東の人はあまり馴染みがないですよね。どちらかというと大阪名物みたいなのですが、その名前の通りべっこう飴を液体にして冷やしたような味の甘い飲み物です。疲れた体に染み渡る美味しさでした。そして私は普段あまりおみくじを引かないのですが、せっかくなので引いてみました。何かな。大吉ですね。いやー、これは嬉しいというより驚きました。稲荷の狼様ありがとうございます。はい、ご本殿戻ってきました。いや、いい参拝だった。さあ、それでは、この御朱印授与所でここでも御朱印を授かります。とてもシンプルな御朱印、それがまたいいですね。はい、ということで伏見稲荷神社いかがでしたでしょうか。
稲荷山の山頂まで行って参拝して戻ってくることができました。で今御本殿のところまで下がってきたんですけれども、下がってきたらもうちょうどね今雨が降ってきました。登ってる間にね雨降らなくてよかったです。いやもう本当にねもう何から話していいのやらっていうぐらい千本鳥居のね参道をずっと進んでいく、もうずっと憧れの伏見稲荷でしたので、本当にね嬉しくってもう感動の時間を過ごすことができました。それではですね、今回の動画はここまでということで、次回の動画では伏見稲荷の参道グルメを楽しんでいる様子をお届けしたいと思います。途中疲れてヘロヘロになった娘でしたが、なんとか一緒にお山巡りもできて良い思い出になりました。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。